はい、セリカさんです。今回は100均のダイソーでマグネットがつく面白い商品があったので、それを使って台座を作っていきます。いろいろと作業は必要ですが、簡単にできるので作り方を解説していきます。それでは早速やっていきましょう。今回の台座で基本になる商品を紹介します。ダイソーのスチールタイルという商品で、大きい方が330円、小さい方が110円です。映像のものはシルバーですが、ホワイトの商品も販売されていました。中身は普通の板のようですが、マグネットが貼り付きます。なので、この特性を利用して台座を作っていきます。大きい方のタイルは小さいタイル4枚分の大きさなので、切って使うなら大きいタイルを購入した方がお得です。まずは大きなスチールタイルを使った台座を作っていきます。最初にダイソーで購入した 3mm のワイヤーを使ってガンプラを保持する軸を作ります。このワイヤーは HG ガンプラの保持用の穴に入るのでちょうどいいです。多分 3mm のワイヤーならどの商品でも同じだと思うので、ダイソーにこだわる必要はないです。ガンプラに入ることが確認できたらワイヤーを切ります。とりあえず13センチぐらいで切りましたが、後で調整できるし、ガンプラの大きさやポージングによって調整しないといけないので、長めに切っておけば大丈夫です。ワイヤーを切ったら片方の先端を曲げて輪っかを作ります。綺麗な輪っかにする必要はなく、映像のように雑に作って大丈夫です。またペンチを使って曲げていますが、手でも曲げられます。映像の見栄えのためにペンチでやっているだけです。次にマグネットクリップを用意します。自分はセリアで購入したのですが、ダイソーでも同じ商品が売っていました。マグネットクリップは何でもいいですが、ある程度つまむ力が強い方がいいので、金属製の商品を選んだ方がいいと思います。クリップを用意したら、さっき曲げたワイヤーの輪っかを挟みます。曲げないままワイヤーを挟むと安定性がないので、輪っかを作って挟む範囲を増やしました。ワイヤーを挟んだらワイヤーの反対側を曲げて全体を U の字にします。この先端にガンプラを固定するので、飾りたいガンプラやポージングによって調整してください。今回は分かりやすいようにこの形状にしました。軸ができたらガンプラに入れて固定します。さっきより先端が短くなっていますが、長すぎたので切りました。録画し忘れたので映像はありませんが、ただ切っただけなので特別なことはしてません。あとはさっきのスチールタイルにマグネットクリップをつければガンプラを固定できます。特に前に倒れることもなく、しっかりマグネットがタイルに貼り付いています。ただこのままだと自立できないので、次にスチールタイルに土台をつけていきます。土台にはダイソーで購入したブックエンドを使います。これも似たような商品がいくらでもあるので、好きなものを選んでください。自分もたまたま見つけたこれを買っただけです。スチールタイルの裏は粘着面になっているので、そこにブックエンドを貼り付けます。保護用シートがついているので、それを半分くらい剥がします。この剥がした保護シートは後で元に戻すので、必ず半分ぐらい剥がしてください。ブックエンドの本を立てかける部分を粘着面に貼り付けます。粘着力は割と強くてやり直しがしにくいので、ブックエンドを貼る位置や向きに気をつけてください。ブックエンドを貼ったら保護シートを元に戻して土台の完成です。あとはガンプラを取り付けて倒れないか確認します。これで倒れなければ完成です。大きな作業はワイヤーを切ったり曲げたりぐらいで、その作業もかなり簡単です。あとは既製品をそのまま組み合わせただけなので、ガンプラを作るより簡単にできます。次に台座ではないですが、ストフリのドラグーンもこのタイルに飾っていきます。ドラグーンの固定にはセリアで購入した小さいマグネットを使用します。8個入りなのでちょうどドラグーンの数と同じです。マグネットを取り出して、その片面に両面テープを貼り付けます。両面テープも100均のものを使っています。マグネットが小さいので両面テープがはみ出ると思いますが、邪魔なので切るなりして調整してください。自分は面倒なので丸めちゃいました。次に両面テープを貼ったマグネットをドラグーンの中に仕込んでいきます。ドラグーンの後ろには隙間があるので、その間に入れてさっき貼った両面テープで固定します。外れないようにしっかりドラグーンに貼り付けてください。一度これでスチールタイルに取り付けてみます。磁石が丸いし、ドラグーンの重心が前方にあるので安定せず、映像のように先端が垂れてきます。なので次に垂れ防止のストッパーを作っていきます。ストッパーはセリアの厚さ 0.5mm のプラ板を使って作っていきます。とりあえずプラ板をドラグーンより大きな長方形に切って、それを2枚作ります。今回は全部現物合わせで作業していくので、詳しい寸法を測っていません。プラ板が2枚できたら両面テープを使ってお互いを貼り付けます。後で調整できるので神経質にならずに、ある程度綺麗に重ねて貼れば大丈夫です。これをドラグーンが垂れるのを防止するストッパーとします。ストッパーができたらドラグーンとマグネットの間に差し込んで、ドラグーンからはみ出ている余分な部分を調整します。これもきっちりやる必要はないですが、ドラグーンの後ろがまっすぐになるようにしてください。ここをまっすぐにすることで垂れ防止になるので、ドラグーンに合わせて形状を整えると意味がなくなります。あと切りすぎてもダメなので、ドラグーンの大きさに大体合わせてください。形状を調整したらストッパーの側面に両面テープを貼って、さっきの場所に固定します。ちゃんとドラグーンの形状に合う方向に両面テープを貼ってください。これでドラグーンが固定できるのか試します。スチールタイルに試してみると、ドラグーンは下に垂れないで固定することができました。あとはこれを全部のドラグーンに作っていきます。面倒そうですが、自分の場合は雑に作って15分ぐらいで8個分できました。全部のドラグーンを取り付けるとこうなります。
ます。本当はもっと外側に配置したかったですが、スチールタイルの大きさの関係で無理でした。もっと大きいスチールタイルが販売されたり、なんならマグネットがつけば何でもいいので冷蔵庫とかでもできます。とりあえずこんな感じで遊べるってことを解説したかったので、ご自身の環境やガンプラに合わせてアレンジしてください。という面倒な作業をしなくてもセリアで四角いマグネットが販売されていました。遠出をした先のセリアで発見してドラグーンを固定できるのか試すために買ってみました。近所にはなかった商品なので正直これを見た時は震えました。とりあえずドラグーンの後ろに両面テープで貼って固定します。大きさもほとんど同じなので特に加工の必要もなくマグネットを貼ります。奥の方は貼り付けがしにくいので何かマグネットと影響がない細いものを突っ込んで貼り付けてください。ちなみに自分は面倒なので手前から指で押しただけです。あとはスチールタイルにつけてみます。しっかり固定できるのでさっきまでの作業がほぼ無意味になりました。ただこのマグネットは3個入りでさっきの小さい丸型マグネットは8個入りなので安さでは丸型マグネットがいいです。実際エアリアルのようなパーツならマグネットと両面テープで簡単に貼れるのでさっきのストッパー製作のような面倒な作業は必要ないです。結局パーツの形状とポージング次第なので目的に合わせたものを購入してください。ここまでがスチールタイルとマグネットを使った基本的な台座で次にケースを少し改造します。次にダイソーの重なる透明収納ケースをスチールタイルで改造していきます。このケース自体はガンプラのケースとして有名だと思うので説明はしません。このケースを知らない人もこの後の解説を見れば自然とわかるので安心してください。まず普通にこのケースにガンプラを入れますが、収納する時にガンプラが揺れて位置が変わったり倒れたりして面倒な時があります。足の裏に両面テープでも貼ればいいですが、ケースに直接貼る必要があるのでガンプラを入れ替えるたびに剥がすのが大変だったりします。なのでこれにスチールタイルを貼ってマグネットで固定していきます。まあ正直これだけで説明は終わりだし、やることも想像できると思います。ただ今回はスチールタイルを切る必要があるのでどうやって切るかなどを解説します。スチールタイルはハサミで切ることができます。ただ結構硬くて力がいるので大変でした。ハサミは映像のような普通のハサミではなく大きめの頑丈なハサミで作業した方がいいです。またスチールタイルは分厚いし硬いのでカッターでやるのは難しいと思います。それと注意点なのですが、切断面から針金のような硬い突起が出る時があります。これが硬くて指に刺さるので手袋とかで指を保護しながら切った方がいいです。自分も指に刺さったので気をつけてください。スチールタイルを切断したらケースの背面と底に貼り付けます。この小さいタイルも粘着面があるのでシートを剥がして貼り付けることができます。貼り付ける位置は個人の好きなようにすればいいですが、自分はだいたい中央くらいの場所に貼りました。あとはガンプラを配置してみます。ケースの背面にスチールタイルを貼っているので最初に作ったガンプラ固定用のマグネットを使うことができます。これでこのケースの中でも軽いポージングを取らせることができます。下にもスペースがあるので配置するガンプラの武装とかを置いてもいいと思います。次に底面のスチールタイルにはガンプラの足の裏にマグネットを貼って固定できるようにします。やってることはドラグーンの時とほぼ同じです。もしガンプラの足の裏の中にマグネットが仕込める余裕があるならそっちの方が見た目がすっきりします。これもケースに入れて確認します。しっかり固定されているので大きい方のケースに収納する時でも倒れたりしないです。両面テープの粘着力次第ですが逆さまにしてもある程度は大丈夫です。ただ両面テープは粘着力が弱くなっていくので逆さまでずっと飾るのはやめておいた方がいいです。さっきまでは解説用にスチールタイルをケースに貼っただけですがそれでは味気ないのでセリアのミラー風タイルシートをスチールタイルに貼って六角形の台座を作って多少見栄えを良くしていきます。やることは単純なので簡単に解説します。ミラータイルの裏面は粘着面になっているのでシートを剥がしてスチールタイルに貼るだけです。ちなみに今回は白いスチールタイルを使っていますがシルバーのスチールタイルでも同じです。ただ白いスチールタイルの方が表面がザラザラしていないので少しですがしっかり貼り付けることができるような気がします。あとは余分な箇所を六角形に沿って切断していきます。さっきも注意しましたが硬い針金が出てくる時があるので指の怪我には気をつけてください。もしケースに入れないならスチールタイルを切らずにこのまま使ってもいいと思います。形状を整えたらケースの中に設置して完成です。ミラー風タイルとケースの底の大きさがほぼ同じぐらいなのでそのまま設置することができます。設置するときはスチールタイルの粘着面をケースの底面に貼ってください。映像ではケースにタイルを貼り付けてないですがこのケースに貼り付ける予定ではなかったのでやってないだけです。最後にちゃんとケースが収納できるかも確認して作業は終わりです。タイルの設置向きさえ気をつければちゃんと収納できると思います。このミラータイルを使った別の台座制作動画もあるので気になったらご視聴お願いします。最後に注意点ですが今回の台座には基本的に HG のガンプラのみに使った方がいいです。他の
RG や MG だと固定用の軸を入れるところが HG とは違う時が多いので使えないです。それにサイズや重さも違うのでガンプラによってちゃんと考えて飾ってください。それではこれで動画を終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。